ただいまから総合生存学館刺繍館の魅力について、ご説明をさせていただきます。私はディミタ・ヤルナゾフと申します。総合生存学館の副学館長です。私は、ブルガリアのソフィア出身で、修士後は、ロシアのモスクワ国立大学、それから博士号は、日本の金沢大学から取得して、その後日本の大学にずっと教えていまして、2001年から京都大学の経済学研究科の、専任講師、その後准教授として2013年から、総合生存学館に、来て、現在まで国際経済学、それから持続可能な開発とエネルギーについての科目を教えています。それから現在の研究テーマは、発展途上国における再生可能エネルギーの開発の課題です。具体的に皆さんご存知のように太陽光や風力という再生可能なエネルギーを中心としたエネルギーシステムへの転換というのは、気候変動問題の面からも、求められています。しかし、日本も含めてさまざまな国でこういった再生可能エネルギーの開発はなかなか進まなくて、どういった課題があるのか、それについて実証研究を含めて、研究を行っています。で、次のスライドで、よく発展途上国の現場に足を運んでフィールド調査を行っていますので、今回2人学館で指導していました2人の学生と一緒に行ったフィールド調査の様子を、写真に撮って、お見せします。左側の方は、2018年に、修了した学生、キーリさんと呼んでるんですけど、こちらですね。あと、こちらは小水力発電所、上の方ですね。下の方は太陽光発電所を一緒に視察した時の写真です。で右側は今年3月に修了した、学生で、ボリコさんという学生ですけども、ボリコさんと一緒に、昨年ケニアのナイロビで、現地調査を行った時の、写真です。これはナイロビにある国連ハビタットの建物の前です。もうすぐ近くに国連の環境プログラムの建物もあって、あそこも訪問しました。次は総合生存学館の魅力とは何かについて、私の意見と、あと数人の在学生の意見を含めて簡単にご説明をさせていただきます。学館の特徴についてホームページに詳しく書いてありまして、その特徴のすべてについてご説明しますとかなり時間がかかりますので、そのいくつかをピックアップして、ご説明したいと思います。学生にも聞いてみたら、こういった5点に、集約できるんじゃないかということに、なりました。まず1点目、他の研究家や大学院では経験できない教育研究を経験できると。それについて後ほど詳しくご説明いたします。その後の4点については今回詳しく説明できませんが、その後私の報告の後に、例えば他の教員とか学生の説明もあるので、そこから皆さんお分かりになると思います。2点目は多様な専門分野やバックグラウンドを持つ学生との日常的なコミュニケーションができる。それから3番目は国内外のトップリーダ
との対話ができるという点ですけども、後ほどカリキュラムのところで、熟議という授業について説明しますし、まあ、学館に来られたら、そういうトップリーダーの方と接するさまざまな機会がありますので、こういった機会を使って、将来のキャリアオプションを広げることができると思います。4番目は生活学習環境は良好である。これは先ほど、皆さん東一条館の、写真をご覧いただいたと思うんですけど、東一条館に学生が学習できる、スペースがもちろんありますし、それから学館の学生全員が学習、ができる、あと生活できる研修施設、という環境を提供しています。これは合宿型研修施設と、呼んでいます。現在3つの、合宿型研修施設を、持っています。5番目は学生は共通の理念と目的意識を持っている、という魅力がありますが、先週ですね、オバマアメリカの前大統領が、卒業式、オンライン卒業式の時に、話してた言葉ですけども、If the world is going to get better, it's going to be up to you という言葉ですね。でこれはまさにうちの学生も、これから、より良い世界を作るために何ができるのか。我々は若い、人たちはどういったことができるのかをやっぱりみんな一緒に考えていて、学科の学生の一つの共通認識に、なっています。